皆さんこんにちは。今日から新しいシリーズを始めます。このシリーズは日本語中級者向けです。中級、レベルがねありますよね。日本語の初級、中級、上級、この真ん中の人、中級者向けです。だから、初級の人には少し難しいかもしれません。その場合はこのチャンネルの初級向けの動画から先に見てください。この動画は中級の人向けです。スピードが速すぎたり遅すぎたりすると感じるときはスピードを調整してください。これから始まるシリーズは漫画が読みたいというシリーズです。このチャンネルを見てくださっている皆さん、それから私とレッスンをしている生徒さんの中には、日本語を勉強している目的が漫画を自分で読めるようになりたいという人が多いです。目的というのはゴールですね。どうして日本語を勉強するのか、そのゴールに漫画を読めるようになりたいとか、アニメを聞いて自分でわかるようになりたい、理解できるようになりたいという方がとても多いです。だからその目的に早く近づけるように、日本の本物の漫画を使って日本の漫画を一緒に読んでみたいと思います。このシリーズで使わせていただく作品は佐藤修法先生のブラックジャックによろしくです。この作品を選んだ理由はいくつかあります。まず一つは本物の漫画、漫画を描いた人の本気が伝わる、そういう漫画を皆さんにお届けしたいというのが一つの理由。そして二つ目の理由は、この作品は二次使用の許可があります。二次使用っていうのは、例えば普通は、漫画は著作権という、コピーライトで守られていますから、勝手に他の人の作品を使って YouTube 動画を作ったりするのはいけないことです。それから勝手にイラストを借りてきて、そしてそれを載せたりすることもできません。でも、このブラックジャックによろしくというのは、佐藤修法先生が二次使用の許可をしています。二次使用の許可というのは、例えばこの漫画のイラスト、この漫画の絵を使ってもいいですよ。それからこの漫画を使って例えばパロディを作ったり、それから何かの動画や、それから、制作物ですね、何かを作ってもいいですよという許可が出ています。こういう漫画で本物の漫画っていうのは珍しいんですね。本当に、動画制作者としてとてもありがたいことです。本来だったら全部のイラスト、この漫画に使われている絵を皆さんにお見せしてお話ししたいんですけど、実はこのブラックジャックによろしくはお医者さんの物語です。だからたくさん手術のシーンとか、
血が出るシーンがたくさん出てきます。で、私はそういうのがちょっと苦手なタイプです。だから、できるだけリラックスしてこの漫画を楽しめるように、こういうシーンはカットしました。カットの仕方ですけども、グレーでカバーしてあります。だから、手術のシーンとか血が出るシーン、見るのがちょっと辛いようなシーンは、私がカットしました。なので、もしそういうものも全部見たい、全部この作品を味わいたいという気持ちがある人は、え申し訳ないですけど、この漫画の日本語版、それから英語版を無料ダウンロードできるサイトが用意されています。だから、そこから漫画をダウンロードして、そして 100% のこの漫画を楽しんでください。それもできますのでね。概要欄にリンクがありますから、そこから、ウェブサイトに飛んで、そして、漫画をダウンロードすることができます。今説明したことはとても大事なことですから、いつもは私の動画では英語は出さないんですけど、今回だけ少しだけ英語を出します。はい。今の話の内容を確認したい人は、この画面で動画を止めて英語で確認してみてください。はい、じゃあ、見なくてもいいよっていう人はここをスキップしてください。じゃあ早速漫画に入りましょう。はい、これが第1巻の表紙です。タイトルはブラックジャックによろしくです。このブラックジャックって知ってますか？ブラックジャックは日本でとても有名な漫画家、そしてアニメーターだった手塚治虫先生という、作家がいるんですが、その作家の先生が、手塚先生が書いたブラックジャックという漫画から来ています。ブラックジャックは外科の先生です。外科というのは手術をする先生のことです。そして今回のブラックジャックによろしくの主人公は医者の卵です。医者の卵っていうのは、例えばインターンのことですね。インターン、まだ、大学を卒業したばかりで、まだ医者としての経験値が足りない、まだ経験をいろいろしていない、そういうお医者さんのことです。それが、医者の卵ですね。この主人公のメインの、人ですけども、この人は医者の卵、これからいろいろな経験を積んで立派な医者になっていく、そういう人です。はい、では読んでみましょう。最初のページ。まずは目次がありました。目次がありましたが、これは後で一つずつ紹介されるので、これはスキップしますね。飛ばしますね。はい、ここからスタートです。大きくしますね。ここから一コマずつ見ましょう。読みます。
8000人。毎年8000人が全国に81ある大学医学部を卒業してゆく。8000人。毎年8000人が全国は日本全体のことです。日本の中でっていうことですね。日本の中に81ある大学医学部を卒業。大学医学部は大学で医者の勉強をするコースが医学部です。その医学部を卒業していく。1年で、8000人ですね。8000人が大学医学部を卒業していく。そして後ろを見てください。ここに何か字が書いてありますね。ここには見えませんが、永禄大学医学部卒業と書いてあります。もう一つ下のコマに行ってみましょう。はい、全体が見えますね。永禄大学医学部卒業式。卒業式というのは、大学の勉強が医学部は6年だと思いますが、6年あります。それが全部終わった時の、その時のセレモニーですね。それを卒業式と言います。今日で大学が終わります。それが卒業式です。大学の勉強が終わります。それが卒業式です。今日は卒業式ですね。そしてはい、誰かがスピーチをしていたんですね。さっきのこれもスピーチの言葉です。8000人が大学医学部を卒業していく。君たちはその8000人のトップの80人である。トップの80人ということは、この大学は日本の全体の大学の中でもトップクラス、エリートの人が行く大学という意味ですね。だから君たちは日本全体の医学部の卒業者の中の8000人のトップの80人だと言っています。はい、ここに主人公がいますね。はい、これスピーチが続きます。日本の医療を背負っていくのは君たちです。医療というのがこの医者が行うサービスのことを医療と言います。医者とか病院が行うサービスのことを医療と言いますね。その医療を背負っていく。背負うっていうのは、背中に乗せて運ぶことです。でもこの場合は本当に荷物を運ぶのではなくて、日本の医療を背負っていく。だから責任を持っていく。日本の医療を、リーダーとして、進めていく。それが日本の医療を背負っていくという意味ですね。で、君たちですの君ですけど、君はあなたの言い方の一つですよね。使ったことや漫画で聞いたことがあると思います。君っていうのは、あなたと違って上の人が下に向かって言うことが多いですね。だから知らない人とか初めて会った人に君っていうのはやめましょう。はい、
あなたは丁寧でいいですけど、君を使うのは先生が生徒にとか、それから学校の中で友達同士とか、そういう時だったら大丈夫ですけど、そうじゃなかったら、もう大人になってからだったら自分よりも下の人に使うのでないとちょっと失礼な感じがあります。だから気をつけてくださいね。それからこの卒業式に参加している人の服装、洋服を見てください。男性、男の人のほとんどはスーツであまり変わりませんね。これは制服じゃないです。卒業式とかこのフォーマルな場所ではみんな同じような格好、同じような服装をしていることが多いです。でも女性はね、少しだけちょっとカラフルな人もいますね。はい、これが日本の卒業式のイメージですね。でも普通はこの茶色の感じじゃなくて、多分ちょっと濃い青のビジネススーツの色の人が多いです。はい、そして第1話のタイトルは研修医の夜です。研修医というのが、インターンのことです。インターンの夜ですね。さあ、今回の漫画はどうだったでしょうか。面白かった、難しかった、いろいろな感想があると思います。あなたの感想をぜひコメントで教えてください。それから何か漫画の中の表現で難しかったところ、質問がある方もコメントに書いてくださいね。どんな形で答えるかまだ決まっていませんが、コメントの返事にするか、それともまとめて動画を作るかまだ分かりませんが、何かの形で質問に答えるようにしたいと思います。普通の感想でも大丈夫です。漫画を読んでみてどう思ったかぜひ教えてください。フィードバックをもらうと励みになります。またこのチャンネルにまだ登録していない方はぜひ登録してくださいね。グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。またね。